皆さん、こんにちは。今日は東京都内に走っている電車についてご紹介したいと思います。今日の動画はリクエスト動画です。私のチャンネルで2回目のリクエスト動画です。リクエストをくださったフォロワーさん、ありがとうございます。なので今回は東京の電車と電車に関するルール、それからチケットの買い方を簡潔にご紹介しようかなって思います。もしね、皆さんがまだ東京に来たことがなければ、ちょっと難しい話かもしれません。私の動画では字幕が見られるように設定をしているので、ぜひ必要があれば字幕設定をオンにしてから見てもらえるといいと思います。はい、それでは始めていきましょう。皆さんは東京に来たことはありますか？東京に来たら基本的には電車を使って東京内を移動すると思います。電車で基本的にはどこにでも行けるのですごく便利なんですが、東京都内を走っている電車はなんと40種類以上あるみたいです。目的地に行くまでに電車1本で行ける時もあるけど、乗り換えをしないといけない時もあって、皆さんにとってはとっても難しいと思います。電車の名前は調べたらすぐに出てくるし、何線何番ホームってすごくわかりやすく書いてあるので、慣れてしまえばとっても簡単です。でも慣れるまでは、この線は何？この線どこまで行けるの？このホームで合ってるの？ってすごく不安になると思います。最近はね、Google マップを使えば何線に乗りましょう、どこで乗り換えをしましょうっていう風に出てくるので、その通りに進めば大体大丈夫です。それから皆さん、日本語が読めるんだったら日本人が使うアプリを入れても便利だと思います。私がよく使うアプリはこちらの電車案内っていうアプリですね。このアプリに自分の行き先と今自分がいる場所を入れたら、何時に何線に乗れば何分に着きますよっていうのが全部わかりやすく出てきます。日本語が読めない人には使うのは難しいと思うんですが、ぜひね、皆さん、日本語学習者の皆さんは試してみてください。私もね、東京にどれぐらいの電車があるのかなって調べてみたんですよ。で、そしたら JR 線が13線、地下鉄は東京メトロが9線、市営地下鉄が4線で、他に私鉄が20線以上あるみたいです。今ちょっとパソコンの画面を見てチートしました。チート、ずるっていう意味ですね。日本語英語です。これは東京都内にある線なので、もっと大阪とか地方の方とかに行けば違う電車も通ってます。でも東京都内だけでこれだけある、40以上ありますよね。これは初めての人にとってはすごく難しくって当たり前だと思います。でもね、皆さんが東京に観光に来た時には、おそらくそんなにたくさんの路線を使う必要はないと思います。なぜかというと、東京の観光地って呼ばれる有名な場所を通っている電車っていうのは、たくさんあるけど、大体同じだからです。例えば、一番有名なものだと山手線ですね。山手線っていう電車は、東京の都心部をぐるぐるって一周回る電車です。たくさんの駅を回るんですが、とても有名なのだと、例えば新宿駅とか渋谷駅、原宿駅、池袋駅、東京駅、品川駅、この辺りは皆さんもよく利用するんじゃないかなと思います。この駅を全部一回り通っているのが山手線です。だから本当はね、もっとショートカットできる路線がある場合もあるんですが、迷ったら山手線に乗ればメインの駅には行ける。そういう風にイメージしてもらえればいいと思います。山手線は時計回り、皆さんから見るとこうかな。時計回りと反時計回りで回っている2種類があって、自分が行きたい駅がどっちの方が近いかなっていうのを見て
選んで乗ってみてください。ただしね、注意点があって、山手線って日本人も生活でたくさん使う線なんですね。観光客だけじゃないんですよ。だから朝の通勤の時間にはすごく混みます。だいたい朝の7時半から9時の間、この時間帯を通勤ラッシュって言います。皆さんももしかしたら SNS の動画とかで見たことがあるかもしれないんですが、この時間帯はみんな一気に電車に乗るので満員電車になります。私が外国に行ったりとかすると、外国人の方にね、通勤ラッシュで人がぎゅうぎゅうになって電車に押し込まれる動画を見たことがあるんだけど、あれって本当なのって聞かれるんですね。あれ本当です。私も通勤ラッシュに乗っていたことがあって、まさに山手線も利用していました。通勤ラッシュの時って本当にぎゅうぎゅうに人が押し込まれて電車が走るから、息ができないほどになる時もあります。私は身長が150センチで結構小柄な方なんですけど、ぎゅうぎゅうに押し込まれると足が浮いてしまったりします。本当に立っていられなくなる。でも人がもういっぱい周りにいるから、倒れることもできないから、もう身を委ねて寝そうになる時とかもありました。でもね、みんなその電車に乗らないと遅刻しちゃいますよね。通勤ラッシュの時間は5分に1本とかたくさん電車が通ってます。でもどの電車に乗っても満員電車なので、この電車満員で乗れないな、次に乗ろうって思っても次の電車も満員です。だからみんな何が何でも乗ろうとします。特にね、いろんな種類の電車が走っているような大きい駅ではたくさんの人が電車を降りたり乗ったりします。例えば新宿駅とか渋谷駅、池袋駅、品川駅、この辺りはもうたくさんの人がバーって降りてバーって乗ってきます。これはね、本当に人の波ってすごいなって思うので、皆さんももしね、ぼーっとしてたら怪我しちゃうかもしれないから気をつけてください。でね、ここで2つくらい皆さんに覚えておいてほしいルールがあります。このルールは基本的に通勤ラッシュとかたくさんの人が電車に乗っていて混んでいる時に思い出してほしいルールです。だから皆さんも状況を見て判断して利用してみてほしいと思います。まずね、一つ目のルールは電車では降りる人が優先っていうルールです。電車って人が乗ったり降りたりしますよね。で、日本ではね、まず降りる人が電車を降りてそれを待ってから乗る人が乗ります。これがね、ルールです。これはね、なぜかというと当たり前のことではあるんですが、例えば電車があって降りたい人も降りて乗りたい人も乗ったらこうやってぶつかっちゃいますよね。スムーズに動けなくなっちゃいます。だからまずは降りたい人が電車を降りて、できた空いたスペースに乗りたい人が乗ったらスムーズだよねっていう気遣いの気持ちです。だから皆さんも自分が乗りたい、早く乗りたいっていう気持ちは抑えて、一度降りたい人が降りるのを待ってから電車に乗ってみてください。それからね、もう一つ覚えておいてもらいたいルールがあります。それは電車の出入り口に立った場合なんですが、たくさんの人が降りるときには自分は降りたくなくても一緒に降りて出口で降りる波を待ってから乗りたい人と一緒に乗り込みましょうっていうルールです。わかりましたか？これもね、考えてみたら当たり前のことです。電車にたくさん人がいて、たくさんの人が駅で降りようとしています。それなのに自分が出入り口で堅くなに立っていたら、みんな邪魔だよ邪魔だよってなるじゃないですか。これはお互いにとってすごく危ないですね。すごくたくさんの人が行き交う駅だと本当に川の流れみたいになります。だから川の中に岩があったら水が通りにくくなりますよね。そんな感じのイメージです。だから
たとえこの駅で自分が降りたいと思ってなくても、たくさんの人が降りるときには一旦一緒に降りて出入り口の端っこに立ってみんなが出るのを待ちましょう。で、乗りたい人たちと一緒にもう一度乗り込みましょう。こうすればきっとみんなスムーズに動けますよね。でもね、この今ご紹介した2つのルールはどこかにルールとして書いてあるわけでもないし、法律があるわけでもないです。でも特に東京に住んでいる人ならみんなが当たり前に分かっているルールで、言われなくても知っている、そんなルールです。こういうルールのことを暗黙の了解って言ったりします。日本はね、周りの人の様子をよく見て周りに合わせる、そういうことをする文化です。だから暗黙の了解って結構重んじられているというか、大切にされているものなんですね。だから皆さんも電車に乗るときにはなるべくみんながスムーズに動けるように暗黙の了解を意識してみてください。はい。次にね、電車に乗る方法も簡単にご紹介します。最近では電車の乗り方っていくつかあるんですけど、まずはね、一番アナログなやり方のチケットを購入する方法ですね。駅の券売機でチケットを買います。どこまで行きたいかによって値段が変わるので、まずは自分の行きたい駅までの料金を調べてチケットを購入します。もう一つは交通系 IC カードって呼ばれる電子カードを使う方法ですね。これは私もやっている方法で、大体の日本人はこの方法を使って電車に乗っていると思います。この交通系 IC カードっていうのはカードがあるし、最近はアプリでもね、使えるようになってるんですが、このカードにお金をチャージしておくことで、タップすればピンってお金が払える。電車にも乗れる。そういうカードです。このカードはね、コンビニとか最近では飲食店でもお支払い方法として使えることが多くなってます。だからとっても楽です。交通系 IC カードにはいくつか種類があります。東京で有名なのはスイカとパスモと呼ばれているものです。こういう交通系 IC は大阪ではイコカとかピタパって呼ばれるカードがあるみたいです。東京のスイカとかパスモはだいたい日本全国どこに行っても最近は使えることが多いです。多分大阪の交通系 IC カードもだいたい全国どこに行っても使えるとは思います。ただ電車の駅がすごく古かったりとか、地方の町とかに行ったら現金しか使えないこともあるかもしれないので、そこだけ覚えておいてください。この交通系 IC 電子カードはだいたい大きい駅に行けば購入することができます。例えば関東だったら成田空港とか羽田空港でも購入できるみたいなので、ぜひね、最初から楽にお得に電車に乗りたいっていう人は電子カードをゲットしてみてください。そう。交通系電子カードで電車に乗った方がチケットを買うよりもちょっとだけ安いです。この交通系 IC カードは最初に500円をデポジットとして払います。そしたらカードが受け取れるので、そのカードに自分でお金をチャージして使います。有効期限とかは特にないので、日本に何度も来る人とか、日本に長期滞在をする人とかは、自分の交通系 IC カードを1枚持ち続けていていいと思います。でもね、もしもう日本には来ませんとか、次いつ来れるかわからないですっていう人は、旅の最後に交通系 IC カードを返せばデポジットが受け取れます。500円が返ってきます。交通系 IC カードは日本に住んでいるととっても便利なので、私も学生時代からずっと同じものを使っています。交通系 IC カードがあれば、電車に乗るたびにいくらだろうって調べたりする必要がなくって、お金はね、チャージしておかなきゃいけないんですけど、ピッてすればすぐに電車に乗れるので、すごく楽です。ぜひ皆さんも試してみてください。はい。ということで、今回の動画は以上です。何か参考になることはありましたか？
今回のね、動画、リクエスト動画でした。リクエストをしてくれたフォロワーさん、ありがとうございました。いつもコメントとかをしてくださる方なので、とっても読むのが楽しくって、いつもすごく嬉しいです。ぜひね、皆さんもこんな動画が作ってほしい、こういう話を聞きたいっていうのがあれば、お気軽にコメントに残してください。はい、ということで、今回の動画は以上です。最後まで見てくれてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね。チャンネル登録といいねよろしくお願いします。